こんにちは、メイです。ポケセンの通りを花でいっぱいにしていきます。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。今回の舞台もどんより海辺の街。ポケセン通りとはこのポケセン前の道ですね。勝手にポケセン通りと名付けました。まずは聖地からです。謎に陥没した場所に実は地下倉庫を作っています。パサパサまで帰るのが面倒なので適当な場所に作りました。平面になるように埋めていきます。黄色いブロックは色合わせが難しくなるのでおしゃれ床石に変更。グレーにすれば難易度が下がります。ゲート側の道に合わせる形でポケセン前の道も位置の変更。その横は海岸の芝生にしていきます。芝生の幅をポケセン側と合わせるために撤去します。ちなみにここは隠し通路があり、地下倉庫とつながっています。堤防を増やして道をまっすぐにしていきます。海へ降りる階段を一番端へ作り直します。元からある海に続く道をおしゃれ床石に変更。一マス間違えていたのでもう少し拡張します。元からある池のようなものは半分潰しました。橋の幅が大きすぎるので一マス狭くします。他の道幅が3マスなのでそれに合わせる感じですね。全体で見るとこんな感じの仕上がりに、ほとんど何もなくなってしまいましたね。ちなみにここから地下倉庫へ、秘密の入り口っぽくて好きですが、中はこだわっていません。見えないのにおしゃれにする必要ないですからね。前回作った2階通路につながる道を作ります。床石は2マス、両側に白い岩です。緑の建物から4マス飛び出させます。地面は縦3マス置いたら、ここから階段4段。両サイドも白い岩で囲っていきます。こんな感じになりました。過去の私に託されたこの部分を何とかしていきます。飾りが少ないことでのっぺりしていたので植林を施し、飾りなど何もつけられなかったことにします。最初は適当に後で調整しているので何度かやり直しています。ポケセンを移動させることも考えましたが、今回は隠す方向性でいきます。次は小さな植林タイム。前回と同じく白系で統一します。次は手すりとライトの飾り付け。一段飛ばしで柵をつけ、その間にガーデンライトを。下に降りて、階段裏に無線送電機を隠します。後で微調整しますが、現状こんな感じ。なんとかなったと思い込むことにしています。分かれ道から8マス目のところにトンネルを作っていきます。白い岩と白い削れた岩を使っていきます。両側に2段積み、その上に削れた岩。間は最小限に埋めていきます。トンネルの長さは8マス、横幅は9マスです。トンネルだけの幅は5マスですね。こんな感じになっています。トンネルの上に民家を建てていきます。ちょっと飾りをつけてメリハリを作っていきます。トンネル天井を覆うように床を敷き詰め、右側以外1段目をレンガに入れ替え、ザラザラの壁を右側以外に立てていきます。右側は後で作ります。窓は正面と左のみ開けます。後ろ側はまた今度って感じですね。
黄色系の壁なので同色系でオレンジの屋根に、3段積んで真ん中は平らの屋根に。入り口側にはみ出しておきます。屋根にメリハリをつけて表と裏両方とも同じにします。扇屋根を色が切り替わるところにつけます。両側に鉄の囲いをつけて、これで外観の完成。閉じてないのでパーパーです。裏は増築予定。周りを飾り付けます。地面にヤシの木をめり込ませてサイズの調整。橋の上は黄色系の植物を飾り、海の町の元気の良さを表現していきます。家の色とも合わせています。オイルランプを垂らして、隠れていたところを隙間埋め、トンネルの嫌な感じをなくすために間接照明を作っていきます。ちょっとでも光を出す作戦です。ライトは絶対上から吊り下げ、過去の私とのお約束です。飾りはシンプルに鉄の囲いのみ。こんな感じの仕上がりに、夜も多分明るいはず。階段とトンネルができましたね。次はトンネルの右側を作っていきます。まずは深さ1、幅2で道に沿って水路を作ります。石レンガの壁で底を入れ替え、草地を白い岩に3マス幅で変更。水路に面しているところも、モダンな壁を縦横10マスでドア部分を開けながら一周囲みます。家が縦横10で、家の前が横10縦3。水路幅は2マスです。ザラザラの壁を縦3で土台の上へ。すっかりザラザラの壁の虜になってしまいました。ディスプレイ用の窓の穴は横5縦2。石の床を床にしていきます。ここは変えるかもしれませんが、今日の見栄えのために窓の穴開け。もう一軒ここの横に建てるかもしれません。正面にガラス窓をつけます。この建物は基本的に灰色ベースです。急いで先生がやってきました。すぐに褒めてもらえる優しい世界です。出っ張り壁でアクセントに。他はアンティークな壁上にします。ここだけ一マス開けておきます。2階の床は1階と同じです。入り口側2マスを下がり天井にするために撤去。1段下げて3マス幅で作っていきます。入り口を作るので横3縦2で1の床へ。床に合わせて1階と同じ壁で囲っていきます。屋根瓦を使って少し複雑な形に。見える部分だけ木の部分を灰色にしています。灰色は水色と白を合わせて作るのですが、どう見ても薄い水色だよねと思いながら、ローブル先生にお願いをしています。先生がそう言うなら多分灰色なんでしょうね。2階はかなり日本の民家っぽいですね。屋根の種類ミスったかななんて思っています。ドアと窓の穴開け、大きめに窓の穴を開けていきます。正面はフレームガラス。2階の部分の住居感が出てまいりました。ちょっと日本の住宅っぽいですね。飾り付けをしていきます。水路の真ん中くらいに桟橋、ディスプレイ用の机を作っていきます。樽が色変えられないので、それに全体も合わせます。ここから花植えタイム。配色はかなり迷いましたが、ちょっとカラフル寄りに。植えられないところは花系アイテムを置きます。こちらパイプにエレガントの花です。バランスが悪いので拡張。2階のへこみに水を入れていきます。水源は謎だけど涼しげに。水の中にシダを植えていきます。
古そうなところって生えてますよね。店前に踏み石。滝が流れ落ちる花屋ができました。涼しげですね。全体を眺めるだけの時間です。道全体の整備をしていきます。コンクリ縁まっすぐを道の境目へ。トンネル内部までしっかり敷いていきます。縁をつけると側面まで覆われるのがリアルですね。後でいなくなる四角い植木です。花屋前はチューリップを植えていきます。赤と黄色の原色カラー。港のポールを付け足し、トンネル前も整備。竹線前の芝生はベンチをやや均等めに置いて、トンネルの奥が見えてしまうので見栄えのために一旦整備。だいぶ出来上がってきましたね。この角度結構好きです。お次は内装です。前回同様家の真下に水車を埋めるところから、水車埋め込むの相当便利だなぁと、当分これでいこうとすっかりハマっています。上限をそんなに気にしなくても良さげですからね。今回の建築は応援団が2人。水車自身が水車を立てています。これが応援のパワー。壁の向こうで褒めてくれてますね。水を入れて床一マス下に送電機を。通りすがりの人に見せつける花の台を作ります。桟橋に鎖、足元に低木。その手前に背の高い観葉植物を3つずつ回転させて個体差風に桟橋の上に花を飾ります。花屋っぽくなってまいりました。こっちの壁にも花のディスプレイを作ります。奥の壁全体に漆喰の壁を。間接照明のある棚を作るので一部穴開け。木の柱真ん中を4つ。床を削って下から鶴のランプをつけます。上と一マスずらしてまた4つ。間を塞ぎ、間接照明ディスプレイの完成。花を植えていきます。手前が色多すぎなのでここは抑えめに。園芸ラックを作ります。桟橋を2つ、サイドにはしごを2つずつ。飾り棚園芸を手前に2つ、土を乗せて完成。手作り園芸ラックができました。場所を取りますが気に入っています。穴を開けてクローゼットを食い込ませます。カウンター代わりにナチュラルなチェスト。レジ台として使います。明かりも灯しておきましょうか。飾り棚前を穴開け、床を入れ替えておきます。水を入れて花屋の内装の完成。自分の中で新しいアイデアを試したので結構好きな内装になりました。外から見るとぼんやり光っています。2階は増築予定なので窓から見える範囲のみ飾り付けます。色が切り替わるところで壁を作ります。天井も色がうるさいので塞いで、見栄えだけのために電気を通します。どっちが家判定かわからないドアをつけます。カーテンで内装が見えないように目隠し。見えるとこだけ仮に飾りました。ほぼ完成ですが気になるところを手直しします。世界の道しるべが作りたくなったので設置。バランスを取るためにトンネル近くに移動。意外と存在感のある植木は撤去。代わりにメタルの柵を置きます。先週作ったニャオファ型ハウスの2階部分、外側だけ変えていきます。まずは窓の穴開け。フレームガラスを使います。ちょっと破壊衝動が過ぎたので修復。
こちら側から入れるドアの設置、おしゃれ階段も低木で華やかにしていきます。何の店かは決まっていませんが、看板だけ出しておきました。内装はまた後日になりそうです。緑の家が終わったので、トンネル上の家の手直し。ここに誰かが住んでいる風に適当に飾り付け。黄色の家も完成。全体の整備が終わったので、綺麗花を呼んできます。店内を物色した彼女は気になるものを見つけ、何やら嬉しそうで何よりです。花で溢れる道づくりはいかがだったでしょうか。花で溢れたねーと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。